世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。先日ライブ配信でこのような質問がありました。このタイプのソウルライクゲームだと月など遠距離プラス後出しが流行りやすく、他のゲームもこれでいけるパターンが多い気がします。ブラッドボーンはゲインシステムを入れて意識配分の調整をしましたが、十分な成功とは思いません。攻め受けの有利配分について何か考えがあれば聞いてみたい。この方の考え方ってすごく共感できて、つまり攻める方が有利なゲーム、攻める側が強いゲームっていうのがやってみたい、そういうゲームが面白いんじゃないかっていうね、提案だと思うんですよね。今回はそれに関して僕なりの考えといいますか、綺麗な結論とかが用意できてるわけではないんですけど、共有しておきたいと思います。じゃあまず最初に、なぜ後出し攻撃っていうのが強いのかっていうのを一度言語化してみたいと思います。みんなね、漠然とその後出しが強いっていうのはみんな分かってると思うんだけど、まず一番大きな要因としてあるのは、やっぱり全ての攻撃にどうしても後付きっていうものがあるっていうところですよね。その後付きを後出し攻撃で攻めることによって、低リスクで攻撃できるっていうのが後出し攻撃の一番強いところですね。ただこの理論が通るとすれば、同様に攻撃には必ず前付きっていうものも存在してますよね。やっぱり攻撃判定が出るまでで、実はモーションが再生されてるだけで、実際は判定とか何も出てないんで、後付きと同じく無防備な時間ですよね。今回は、後付きも前付きもだいたい同じ長さぐらいある攻撃モーションっていうのを前提にちょっと考えていくんですけど、その場合って前付きを狩る先出し攻撃っていうのも後出し攻撃と同等ぐらいに強いはずなんですよね。確かにその理論は間違ってないです。間違ってないんですけれども、前付きっていうのは実はね、攻撃する側がコントロールできるんですよね。どういうことかっていうと、攻撃が当たる距離まで近づいた時に毎回最速でね、攻撃ボタンを押す人ってあんまりいないですよね。例えば横移動して様子を伺ったりとか、ステップで揺さぶってみたり、あとはダークソウルとかだと、あえてノーロックにしてね、周りをうろうろして、隙を伺うみたいなね。ノーロックうろうろに関しては逆に敵の先出しをね誘うみたいな、敵の攻撃の先出しを誘うっていう側面もあるとは思うんですけど、つまり攻撃の前付きに関してはある程度攻撃前の行動で、多少コントロールが効くっていうところですね。反対に攻撃の後付きに関しては、もう攻撃モーションが再生されるともうその後に必ず確定でついてくるものになるので、例えば同じ後付き10フレーム前付き10フレームの技があるとすると、後付きの10フレームの方が絶望的に長い時間になってしまうわけなんですね。その絶望的に長い後付きを狩ることができる後出し攻撃っていうのはやっぱり必然的に強くなってくるわけですね。それでは後出し攻撃が強いポイントをもう一つね挙げてみたいと思います。これはねすごく誤解を招く言い方になっちゃうんですけれども、後出し攻撃っていうのは基本的に先出し攻撃よりねリーチが伸びるっていう効果があります。これはね本当に詭弁なんですけど、どういうことかっていうと、攻撃はね全て踏み込み距離っていうものがありますよね。どうしても攻撃を振る際に1歩とか2歩踏み込んで攻撃をすることになります。つまり後出し攻撃する側っていうのは先に振ってくれた人がね踏み込み距離で1歩ぐらい前進してくれてるんで、その分ね攻撃を当てやすいっていうことですね。同じ武器同じモーション同士で、攻撃をね仕掛け合った場合、先出し攻撃した人は空振りするんだけれども、後出し攻撃した人は先出し攻撃してくれた人がね一歩分近づいてくれてるから攻撃を当てられるっていうね、そういうことが起こるので、後出し攻撃した方が、リーチをね敵の踏み込み距離分得するっていうのがありますね。以上の観点から後出し攻撃が強いっていうのはね非常に理にかなったことであるっていうのがわかるかなと思います。強い行動が強いっていうね、当たり前のことなんですけど、実はね人間っていうのが困ったものでね、後出し攻撃に対して結構ネガティブな感情をね持ちやすいんですよね。これ皆さん体験もあると思うんでわかると思うんですけど、後出し攻撃が上手い人に完璧に対処されてボコボコにされて負けた時と、
それとは全く逆で、先出し、ガンガン攻めてくるタイプの人にボコボコにされて負けた時、どちらでより悔しくなる、腹が立つかっていうと、やっぱり前者なんですよね。後出しの人に負けた時の方がすごく怒りというかね、そういう負の感情が湧き出てしまう。これに関しては正直後出しがどうとか先出しがどうとかいう話ではなくて、人間の感情のねバグみたいなもんじゃないかなっていうふうに個人的には考えてます。ただそのバグっていうのがね結構ゲームに関しては重要な話になってきまして、というのも、やっぱりゲームっていうのはすごいインタラクティブなコンテンツなんですよね。皆さんプレイヤーが鑑賞することができるコンテンツなので、プレイしてる人間の感情、気の持ちようですね、どういった姿勢でプレイをするかっていうのが非常にゲームの面白さに綿密に関わってくるところになります。例えば一つ例を挙げるとね、ラストオブアス2っていうねゲームがありましたけど、あのゲームがね非常に序盤のねイベントシーンですごいショッキングなね出来事が起こってるゲームなんですけど、そのショッキングな出来事を受け入れられるのか受け入れられないのか、これによってね大きくそのゲームの評価が分かれてしまいますよね。受け入れることができなかった人たちはすごいねネガティブな気持ちでその後のね8割ぐらいのゲームプレイをずっとネガティブな感情でずっと続けてしまう。そういうねネガティブな感情でプレイして面白くなるわけがないんですよね。それはやっぱりゲームがインタラクティブなコンテンツだからなんですよね。やっぱりプレイする人の気の持ちようでゲームのその伸びしろっていうのがすごく変わってくるので、やっぱり後出しに対してネガティブな感情を抱いてしまうっていうその人間の感情のバグ、気持ちっていうのは結構ね重要視していかなければいけないと思ってます。つまり先出し攻撃、ガンガン攻めていくようなタイプの人間を評価してあげる戦闘システムっていうのを用意することがそのゲームの面白さですね。そのポジティブにプレイしてくれる人が増えるんで、面白いゲームっていう感覚を持つ人が増えてくれるんじゃないかっていうふうに考えてます。だからこのゲームでどうやってその攻める人を評価していくのかっていう話なんですけど、戦闘システムにね初撃ボーナスっていうものを組み込んでいきたいなというふうに考えています。2人の敵が接敵して、最初にですね攻撃を振った側にそのボーナスを与えるというものですね。例えばその初撃ボーナスの例としては攻撃力が上がるですとか、初撃のみですけど攻撃スピードが速くなるとか、もしくは初撃のみそのスーパーアーマーですね、攻撃に必ずスーパーアーマーが付与されるとかですかね。例えばスーパーアーマーが付与されると、後出しでね攻撃してきた人に対してもひるまずにね2撃目の攻撃を入れることができるんで、結構初撃のボーナスっていうのはでかくなってくるんじゃないかなと思います。その攻撃力アップとか攻撃速度アップ、あとはスーパーアーマー付与とかこういったものの中からどれか一つもしくは複数個選んで初撃のボーナスっていうものを一回ちょっと作ってみようかなと思います。それで戦闘がどんな風に変わっていくかっていうですね、攻めていくようなスタイルが強くなっていくのかっていうのをちょっと見極めていきたいと思います。で、初撃ボーナスでね、もしこのゲームを作っていくとなると、例えばお互いがねバックステップとかバックローリングで一旦距離を置いてね攻撃を仕切り直す、戦闘をね仕切り直すみたいな場面って結構よくあると思うんですけど、そういう仕切り直しになった時に初撃ボーナスを復活させてあげるべきかなというふうに考えています。これに関してはね判定するのがちょっと難しいんですけど、一定距離が空くとか一定期間攻撃のヒットがなかったとかね、そういった条件から判別していって、その条件に合致した場合初撃ボーナスを復活させる、次にね最初に攻撃を振った方が初撃ボーナスを得れるみたいなね、そういう風なシステムでちょっと一回作ってみようかなと思っております。では今回はねその戦闘の攻めと受けに関して、また攻める人をどうやって評価していくのかっていうことに関して僕なりの考えというのを皆さんに共有させていただきました。